全然まだダメで、まあ明暗とかにはいるんだけど、多分なんかデイだと魚探反応すごいあるんだけど、なかなか、あ、イワシいたよ。でもこの城がいないとな。今日俺ビッグベイトやろうと思って。デイだ、でかい映画でけえな。まあ動かなきゃ大丈夫。ああやって逃げてってくれるんで。怖いね。まだ水温が高いよ。18度ぐらい。もちろんエイガードはね装備しておりますが、水温高い時期はなるべく照らして歩いた方が、基本照らして歩いたら間違いないけどね、暗闇で歩くとやられちゃう時はやられちゃうね。本当だ、いっぱいいる。だから進むの遅かった。ててててーん。てんてんててん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 てててててんって、それはファイナルファンタジー。僕2番目の人なぜか刺されるんだよね。バンズの歴史ね。人生とビジネスは人の後ろついていくとあまりいいことにはなんないけど、干潟は人の後ろが正解。地合は12時ぐらいじゃないかと思う。これから1時間と上げ出してからだから11時半ぐらいからかな多分。でもこのなんか殺気のなさが嫌だね。この人たちかね、メンバー。右も結構いるよ人が。合言葉とかないからきついね。なんか合言葉考えとこうよ今度。富山くんって呼んだらさ、ゆうすけくんって帰ってくるとかさ、声かけても変じゃないかん。いる。この辺で俺はビビった。もう今日4枚目。この辺でやる。てかみんなあそこまで、でも立ってるとこ浅いやつ。イワシがいるけどな。深い。やめ、こっち。あっち行こう、浅い。なんかやっぱ水温が高い。まだ始まってないんだろうな。なんかあれは森さんの声だよ。映画もうどこもいいんだ。クリさん1枚も見てないとか言って怖えな。声だけ聞こえる。暗闇から声だけ聞こえるこの風のない夜特有の現象。さあ貨物で今日はビッグベイトで干潟ウェーディングでメガソール使うの初めて。楽しそう。うるさい人たちがさあたどり着いた。絵がいた踏んだ刺されなかった。よかった。めっちゃいる今日。そこにいるのは工藤さんですね。回ってます。まあ回そうと思った瞬間 A 踏んだ。おめでたいっすね。ちゃんと見ないとダメだね。あいつら逃げないね、ライト照らさないと。今日ちょっとおいよ、まだ水温高いんだよやっぱ。穴開いてるけど、寒くないの。あてるが開いてたの。膝に穴開いてる。だんだん冷えてきます。今日引かないね、あんまり。サイドグラフだったらまず引く日なのに、なんだ、低気圧が来てるわけでもないのに、普段だともうちょい出れてる気がするんだけどな。いやー、足裏の生きてる反応ってやだな。今シーズン最初の初。結構ウェーディングはしてたんだけど、全部見ながらやってたけど、多分ね、見ないで歩いた。今シーズンまだ20歩も歩いてないのに、見ないで歩いた。今カメラ見てただけで踏んだよ。厚さ2センチあったから絶対やつ。これでも今日嫌な予感する。ちょっと工藤さんの近況教えてくださいよ、せっかくなんで。近況釣りしてねえし。まあね。どうでした今年の。今年はね、結構ね、落ち合いをしつこくボートで配ってたをね、すごいしつこくやったんですよ。で、結構いい魚も取れて、で、ロッドテストも兼ねてね、新しいの、再来年ぐらい出せそうなんで。つららのね。つららの。今日もちょっと違う。今日は何フィート？これはね、87で、最近ほら、ルアーウェイトが昔に比べて重たいのが受け入れられるようになって、ミッドウェイト 40g ぐらいまでのを投げられる、そこの快適性をちょっと求めてのロッドの3歩目なんだけど、まだ全然快適じゃないっていう。これからですね。なるほど。そんなのやってますね、最近は。ソストローガイドで。ワイドセッティングが興味深いね。
ここまでがね、こっからいきなり細くしてね。そうでこれもちっちゃいんですよ。ちっちゃいよね、スピニング。何フィートこれ？これでね87。87のバットガイドじゃないね。でも一気にストロー化しちゃうんだ。ストロー化しちゃって。先重りはする？しない。しないんだ。しない。やっぱ小径入れてるからね。ああ、まあそれほどでもない。ああ、このガイド小さくしてね。面白いです。まあいろいろ各社そういう特徴出すのが面白いよね。そうですね。まあ好き嫌いじゃん結局ね、ロットってね。何かを変えたらやっぱ何かが良くなったり悪くなったり。まあそういうもんだね。どっかが良くなったらどっか悪くなるじゃないですか。でそれの結局その竿がこういう使い方する竿だよねっていうのに対して嘘のないセッティングを、そうだね。何をするかだよね。そう、それをちゃんと伝えた上で買ってくれたらすごいね。わかる。そんなことね、村岡さんに言うのもちゃんたらおかしいけどね。いやいやいやまあやってる時間は同じようなもんでしょ。長いですもんね、もうね。長いね、工藤さんと。工藤さんと会ったのが思い出せない。メールが来たのは覚えてる。一番最初は会ってないけど16歳くらいでしょ。16、ああ、そうだね。サーキットの上とかで会ってたっぽいみたいなね。検問とかね。検問川越のなんとかの団地で造成地で一緒に走ってたかもしれない中ですけどね。まあ認識したのはまあ俺は元チャンプでね、工藤康隆って名前をなんか上位勢リザルトでさ記号として見てたから、だから初めてメール来た時の最初の返事がさ、工藤さんが釣りの質問してきたんだけどさ、その質問に答えずさ「工藤さんって元チャンプによく出てた工藤さんですか?」とか言って全然しょっぱながね俺あれだ PSST に出ようかなと思ってで村岡さんがやってたじゃないですか。だからまあどういう感じの大会なんですかみたいな。そういうメールだったんだって。でそうですみたいな。うわーすげえっつっていつも表彰台乗ってた人だ。まあでもあっから十何年ね一緒にサーキット走って一緒に表彰台乗るとはって思うし、一緒に釣りするようになるとも思う。あの時は思わなかったしね。面白いね。ご縁って面白いですね。なんか結構どうでもよかったしね。一頭もしてないもんね今。そうですね。やっぱほら今シーズン一発目だから。多分上げだ。下げない。下げないよ。サロに全然入ってないから。まだちょっと水温も高いですね。下げさもっとガンガンいってさ、細身のさ新編とかで取れるじゃん。だけど今日前出れないし。そうですね。なかなか。今日は目標は何ですか釣りは？今シーズン一発？ウェーディング。じゃあ海降りてきたの久々？降りてきたの久しぶり。本当ね落ち合いしつこいぐらいやってて。じゃあ今日は A に刺されないことと一匹釣ることぐらいですかね、目標はね。そうですね。一匹釣れればもうそれでいいのかな。いつも通りね、本当。干潟にどこ行っても声が聞こえてくるっていうね。あの辺うるさいよね。なるみちゃんうるせえなと思ってんじゃないかな。まあいいよね。こういう楽しいメンバーで釣りができるのが、すごい嬉しいよ。本当ね。おかげさまで。他の人の迷惑なってなければいいけど。だっていつもあるもんね。いつもまあだから風下にいると聞こえるもんね。姿は見えないけどチャリさんの声が聞こえるみたいなとかさ、チャリミチクリは聞こえるな、いるぞっつってなんかボンさんがあまり喋らない。ボンさんと工藤さんは聞こえたことがない。そうだね。森さんもわかるな。森さんと釣りするの久々。そうだよね。もうだってオーシャンマーク社長だもん。あんなさ仕事って言いながらずっと釣りしてた人、こういう人の会社どうなっちゃうんだろうとか思ってたのにさ、もうなんか今バリバリ仕事してるじゃん。バリバリ仕事してる。バリバリ釣りしてるよあの人。だから一生分サボったからもうサボんないんじゃないのかなとか。なるほどね。がやっぱその仕事頑張る意義が出てきたからさ、オーシャンマークは。そういう面で言うと俺もやっぱりほらポジション変わったじゃないですか。やっぱりその今までサボってきたツケが回ってきたよね。あ、そう逆に逆にねむしろ今これから月を払うとこ。そう借金も払わなきゃいけない。じゃあ森さんみたいにそこですかさず転職ってわけにもいかずまず月を払うと。とりあえず15年はやらないとね。やっていかないとちょっと銀行も納得いかないだろうし。だろうな。まあそれはあれだな。景気はいいんでしょ。でも業績おかげさまでね、去
去年、一昨年ぐらいまで、まあいろいろとこう経営陣に問題があった部分を、去年、僕の前の社長になった人間、1年やらせたんだけど、その人間と一緒にいろいろこう、ね、駆逐して、まああまりいい話じゃないんだけど、親族間のいろいろあったんで、そういうの全部こう、駆逐してって。なるほど。で、だいぶこう綺麗になって、それは大事。そう。それをやれる人がやんないと、どんどん組織おかしくなる。そうね、やっぱり長いからね、うちの会社もね。いやー、60何年だからね。いや、長くなくてもね、もうブルブルなんかももう始まってるもん、なんかそういう雰囲気が。なんかまあ俺もこうなんていうかな、それこそ10代の時作った走り屋のチームから何か組織をゼロから作って、それなりのこうピークを迎えて崩壊していくのを多分人生で4つか5つやってるんだよね。社会人になってからは事業で、やっぱりそのもう止められないし、なんかソフトランディングができてもやっぱ一回ピークでそこから上がり続けるっていうのも難しいし、やっぱみんななんていうか、まあそれは俺も含めてみんな調子に乗っていくっていうのかな。なんか今、ここ何年かずっと思ってるのが、そのいい時に上げていかないっていうのをすごい意識してるんですよ。いい時っていい話もいっぱい来るし、それ釣りもそうじゃないですか。ね、いろんなメーカーさんとの話もそうなんだけど、そこであえてなんか俺は上げないっていうことを今ずっとやってて、よくしてくれる人たちね、村岡さんもそうだし、それはすごいね嬉しいし、それには応えていくんだけど、自分の力だと思っちゃった瞬間に、全部積み上げたものが崩れる。それだな。だから今はね、本当にね、もう感謝だけしてまあいいんじゃないかな。いや、それが大事だと思う。俺はさ、なんか自分で言うのもなんだけど、マーケティングとかブランディングがすごい得意で、だからまあこういろんな過去やってきたものを当てられるんだよね、こうビジネスとして。だけどマーケティング力があると、それがずれて外れて落ちていくのも先に分かるの。誰よりも見えてないうちにこれがみんなが求めてるニーズだっていうのも分かる一方で、ずれたのも分かるし落ちてくのも先に描けちゃうんだよね。でそれを危機感持ってさ、最近はいろんな人に伝えるんだけど、まだやっぱりこの数年、それこそ10年前とかさ、5年前ですらブルブルなんてまだ全然弱小のさ、でもみんなでその旗を、俺が掲げた旗目指して駆け上がってきて、まあ確かに今はいいかもしんないけど、もうそこで次俺が見えてるんだけど、それではやっぱみんなまだその有頂天でいたいかもしれないし、そうね、周りからね、ブルブルすごいよねすごいよねって当然言うじゃないですか。それが罠だよね。罠だね、罠。それはすごい気をつけてるんですよね。ありがたいけどね。ありがたい。当たった？お、何こんな干潟でも暗い話してんだ。ダメだな。ルアー2人で浮かべて投げましょう。よいしょ。まあでもね、なんか今まではそれをどっちかっていうとそれを止められないし、もうなんかその自分だけ先が見えてる中でその危機感を言えば言うだけ嫌われるしさ、なんかもうそういうのが嫌で、結構どっちかというと投げ出してきたんだよね、自分の人生では。でそれは捨てるっていうよりはもう勝手にやれみたいな感じで俺は知らんっていう経営が多かったんだけど、なんか今回はまあもう50代だし、それはしないでみようと思って、じゃあ落ちるなら一緒に落ちてやろうじゃないかみたいなさ。なるほどね。覚悟だね。なんかそう思って、すごいストレスでなんか自分の性格には合わなくて、でもみんなそれをね、そういう浮き沈みのなんか頑張るじゃん、みんなビジネスマンってさ。だからすごいなと思って、俺全部逃げてきたなって反省して。だって新しいのを作った方が楽しいじゃん。まあ経営者あるあるで、やっぱりきつくなってきたら新規事業っていうのは半分逃げでもあったりするんだよね。で今やってる金谷のは別に逃げじゃなくて、そうなる前からやってたからどっちもやりたいことなんだけど、でやっぱりゼロからうまくいくわけがないというか、うまくもいってない状態からうまくいく方が上がるしかないから、それは楽よね、こうね。まあお金を稼ぐっていうのはね、まあ、俺はなんか比較的得意というか分かるんだけど、なんかやっぱその稼ぐ過程が楽しかったり喜びの中にあれば
最高だけど、時にさ嫌なやつに頭下げなきゃいけないとかさ、それはやっぱストレスよね。うん。ないんだ。あれだ、もうテヘペロだ。すみませんでしたーってやりながらペロってベロ出してんだ。バーカとか思ってんだ。いただきますみたいな。だから苦労すんだよ。バレてるよ。バレてる。うん。うんうん。仕事が圧倒的に増えたな。うんうん。いや社長はもう雑務だよ。だって俺イベントフィッシングショー行くじゃん。そうもうプラカード1枚の文言からさとか出し方とか案内の仕方からさお客さんが並んでてさ全部やっぱ現場でも現場で一生懸命やってるけどやっぱりもう一つさ絶対こっちの方がお客さんからしたらいいっていうのが俺は分かるからそうもうプラカードとか全部やり直したりしてさだから結構うち段ボールが多いんだよね当日書くしかないからある程度売ってできた空き箱の段ボールにこう書いた方がいいとかさ。なるほどね。でも村岡さんの現場主義じゃない。うんうん。なんかいわゆる他の社長に比べてさ、圧倒的に現場にいる時間がうんうん長いから、うん。そういうところを見てほしいね、最近。そうだね。まあ役員2人がね1人はボーンフィッシュに夢中になって1人は中禅寺湖のトラウトに夢中になって全然ブルーブルーの売り上げに関係ないこと一生懸命やってるっていうのはいいような気もするしダメな気もするけどまあそれ以外の時間ねめちゃくちゃ一生懸命さもうだって2人ともオンもオフもないじゃん役員なんてだからもうずっとだから本当のお休みある意味本当の休みがその時間で楽しいけどね。本当に休みが、まあ、ゼロになるじゃないですか。うんうんうん。仕事につながってっちゃうじゃないですか。うん。考えてるどこか。工藤さんってなんでさバイクに夢中になってたの？何かを忘れたかったの？それとも何かを求めてたの？僕の姉貴が1個上の姉ちゃんが、うん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 運動できない子っているじゃないですか。うんうん。なんか手足は長いのに使い方分かってない。なるほどなるほど。うんうん。僕それなんですよ。うん。球技大嫌いだし。うんうん。でバイク。アクセル当てると走るの速いじゃないですか。勇気があれば。お前それだみたいな。なだからやっぱみんなにすげえって言われる存在でいられるのはバイクの上だったと。なるほどな。うんうん。勉強もできなかったし運動もできない俺が何かをやった時に人に褒められたっていう。うんうん。なるほどね。いいなそれってでもそんな風に見えないけどじゃあ劣等感はあったんだ。球技ダメなんだ。手当てて顔に当てる人だ。いたクラスに一人はいた。バスケットボールやると必ず話す。ドッジボールやっても速攻いなくなる人ね。うん。そうなんだ。ボールの扱いは下手なんです。うんうん。フィールド全部でよく見えてた。なるほどね。頭がいいんだよ。ボールが来たら困るから。うん。そっちにインテリジェンスを聞かしたわけね。あいつインテリジェンス高いなと絶対ボール必要ないとこにいるなみたいな。なるべく人いないところにいようみたいな感じでいると、やっぱサッカー部の連中が、いいところにいるんだよ。躍動に出せと。だけど出せない。出せない。なぜならば出しても帰ってこない。なるほどね。よく言われてます。おもろ。いやでもサッカーは俺もやっぱ足は苦手で、まあ純粋に練習してないからやったことがないから苦手でね野球部で高校の時球技大会サッカーの試合も出るじゃない。そう当然お前足速いからっつって左サイドとかでさでボール持ったらもう斜めからゴールに突っ込んでこいと。でサッカー部のやつが俺が合わせるからもうあと押し込むだけって頭が手です。でなんとなくこうまあ多分フィールドも見えるタイプで今だっつってダーッと走るとでこうゴール向かってパッて見た瞬間もうボールがあと10メーター手前まで素晴らしい精度で来てんだけどそれがね4回ぐらいあったのに1回も決められなかったよ。
取れない、収められない、打てないみたいな。もうでやっぱり同じ言われた。でも飛び出しとか、もう仕掛け、もう本当に素晴らしいと。いやもうサッカー部顔負けって言ってくれるんだけど、まあやってないんだから無理だよなっつって。だから俺はもっとなんかだって入れるだけっていうからもっとコロコロとかないのっつったら、いやそんなねパスじゃ取られちゃうじゃんっつって。いやなんかもうみたいな思い出があるな。でもあれもなんかクラスの女子とか見てるから決めたらかっこいいじゃん。だから決めたかったなってすごい思って、一生懸命やってたのに一回も決めらんないし、だけど多分そのチャンスメイクになってるのは自分ばっかりで、だからこうゴール前でちょっとこうサッカー部がキープしてさあってとこでやっぱり俺がこうなるのねってとこに来るの。でもそれ決めらんねんでもうヘディングなんて恐怖だよあれ。やったことない人からしたらあんな早く来たボール絶対当たったら痛いとか。またね、これ幸いなことに、動体視力、反射神経非常にいいんですよ。ちゃんと調べてもらって。なるほど。当時の松尾、松井達夫、と同じ。まあじゃなきゃバイクでな、あんなバイクなんて反射神経だもんね、ほとんどね。動体視力とね。視野の広さなんだけど、松井達好きで。だから剣道をずっと子供の頃からやってて、でその後やっぱり格闘技好きで、そういう遊びはしてきたけど、そっちはやっぱ良かったね。すぐできる。なるほどね。釣りに動体視力ってそんないらないもんな。たまに役に立つけどね。ほら、今目が衰えてきた。能力なし。うるさい人たち。当たったらしいよ。ミツさん？ブロインの一人がやっぱ細身だ。ガセネタ扱いされて本当だよとか言って、横浜に聞こえんじゃないかぐらいうるさいからな。海岸に細身ね、アイザー細身ね、ホースガイルかアイザーか。125ガーボッツ120、何のためビッグベイトタックルで来たんだと、俺はと。これを干潟で投げたくて来たんだよ。工藤さん、工藤さんだって、ねえ。さあガボッツ200、ガボッツ200。いやこれをウェーディングでやりたかった。ドバーン。いやもう球場バトルよこれで。今日はゼロでもいいやと思って、これを投げ倒そうと思って試合になった。森さんが当たったってそれ本物だな。森さんの当たった本当だな。なんか今10時でしょ。干潮潮止まりじゃない？なんか今一瞬潮がスーって動いてたのは何だったの？あと40分後今日の干潮直せ。いや下げの後半だ。ちょっと悔いが立つよ。あと1時間で。やっぱり地合いだ。誰？左。ボンさん。でかいボンさん。じゃあいいや。いや深いよこれ。この後浅くなるんだっけ？一山ぐらいあるかな。もうここら辺っていうかこのタイミングで食うの多分。今ここが食うとこ。この15分ぐらいだと思う。だって水すごい動いてるもん。うわーって引き抵抗がねぐっと増してきて。じゃあ俺のガボツがでかいからかこれ。ずっしーって。ボンさん何センチ？サイズは？そんなもんか。もっとあと30センチは引いてるよいつも。まだ早いんじゃないかな。漁師さんってやっぱ水温見てやるとかカレンダーではやってなさそうよね。やっぱちゃんと海見て。プロップだったマジか。ピロ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 ってすげえ。やるなさすがだ。プロップダータを持って今この夜東京湾に使ってる人あの人だけだよ。昔ならまだしも。しかもそれで釣れるんだ。まあシャルダスみたいなもんだよな多分。
やっぱプロペラント金属音はねノイジーで、さっきちょっとかっこいいこと言ったけど、上げ潮になったらガボツ200にするこの下げでこれはきつい。いやてかないない上げでやるからないもう引いててわかる。ない上げで球場馬を取りたいよ。この城入ってこなさそうだけどな。沖の方はねもうぎっしりなの、どこもいるんだよ。富津沖、木更津沖、幕張沖、浦安沖、羽田沖ってみんなこの城いるんだけど、あんま鈴木がついてない青物がいるね。逆に今回の動画すごいなんか釣れてないけど淡々といろんな人と語ってる動画、ニーズがあるのかないのか分かんないけど、釣り親父ファンは楽しんでくれるかもしれないね。普段ワイワイやってるだけだから、それぞれのさ工藤さんのその幼少時代とかさいやでもみんな実はすごい聞きたいんだよそういうのが。で人間性感じたり共感してファン度が高まるのすごい。あこの人そんな思いでやってんだとかさ思うから、みんな共感してくれたり。さあ今日持ってきた一番小さいルアーでガボッツ120、ボシュ味から、あこれは釣れるよ竿が曲がんなくて飛ばない。 73H プラス。エライリール、あちゃんと距離測れるリール。なんかすごいリールだなって思うな。トラブル知らずというか、まあトラブんないわけじゃないけど、とてもトラブりにくいよね。距離もすごい出るし、でそういうデータも出るし。そうだね。俺らのマフラーとかチャーター開発のシャーシ代なの。うんうん。シャーシ代持ってるか持ってないかで差が出ちゃう。そういうことだよね。感覚じゃなくてちゃんと数字でね。ガボッツ120の動きです。90。うわうわビビったビビった、飛び絵乗っちゃった。映ったかな今ビヤーンって飛んでったよ飛び絵が。うわーここにいる、見てこのクソでかいの、これ踏むよ。しかも飛び絵逃げないんだ、赤いみたいに。超でか飛び絵怖っ、逃げねえ。あやっぱあの点やめよう、偉人のでも映ってっかな、せっかくな。この見えなさを映したい。でっけえ飛び絵なんて初めてでもないけど、2枚も見たの初めてだな。ボンさん、とんでもないでかい飛び絵がいるよ。今一発踏んじゃってすごい勢いで飛んでった。で今そこにも1枚いて飛び絵は逃げない。ていうかここにシーバスがいる。ボンさんが釣ったやつかな。ほらまたいる。飛び絵だらけだよでけえ。これだってこれね幅 1.2 メーターぐらいあるよ。俺の錯覚じゃあ、ほら尻尾見えるもん。ほらしかも逃げないのこいつら。ほらちょっとボンさん照らして映るんじゃないかな。ほら見てこれこれが今日俺3枚目この大きさ見るの。でかいよね。ラピュタの乗るやつじゃないですか、飛行機。しかも逃げないからさ、さっきいやもうめちゃくちゃ上ツルツルツルとかって滑ってって、これ乗った。で足払いみたいになって、そしたら俺の下がブワーンって飛んでてさでもシルエットが見えて赤いじゃなくて飛び絵だと思って。今まで俺飛び絵に乗ってたんかな。飛び絵ってこうやっておとなしくしてることあるんですね。いやなんかね今日一発踏んだけど、さっきそこにも1枚いて、ちょっとさつっついてもいい右行くよね多分ねちょっと怖いな。来たらジャンプだな
ああ、逃げねえよ、これ。ツンツンツンして。逃げねえ。でも絶対飛び屋だよね、これ。いや、いいっすよ、これ絶対。だって尻尾あるもんね。あるある。ああ、怖すぎる。ちょっとやっぱ無理だ。っていうか、もう、俺たちが両手広げたぐらいのね、飛び絵。ああ、いったいったいった。うわ、うつい。で、いや、ここまで来る間に、うん。赤エイと、うん60センチぐらいのシーバスと、うんうんあとマゴチ見たんですよ。マゴチそんな大きくなかった。うんうん。あれ怖い。この、今日はいい海なのか悪い海なのか、どっちなんだ。あれ、トビエも、トビエあるんですよね。なんかね、付け根にちっちゃいのがあったと思う。なんか刺されなさそうな、貝のような鋭いのはないけどね。そう、分かった。もうその光ってんのが、あ、違う、これ貝殻だと思う。もう貝殻みたいな、点って光ってたらもう全部トビエか赤いに見えてきた。いや、これエイじゃないですか。あれ違うエイですよ。どれ？これ赤エイ。ほら、これ。ちっちゃいやつ？多分、これ赤いですよね。あ、砂に入ってるけど、あ、赤いだ、赤い。赤いですよね。あ、なんでこいつら逃げないの？赤い普段逃げんのに。怖い怖い怖い。赤いはしかも U ターンしてくるからね。いや、それで踏んだんだ。あ、ここにもいる、ここにもほらほら。怖いよ、やめちゃった。お母さん帰りたい。赤い。じゃあ、来て、こっち来んだよ、お前。ちょっと、もう中層入れないよ、俺は。表層しか引かない。岸まで戻りたくないな、赤い引っ掛けで。でも今流れてるから今投げないと。これ最後の試合、下げの。この後1時間半以上釣れない時間なの。下げで1本釣っときたい。ワポッチ120でした。じゃあボンさんとトークをしに来たの。本当はなんかエイと戯れる動画を撮りに来たんではないんです。先週ビッグベイト便みたいなのを木更津の方で乗ったんだけど、もう最大魚と2番目にでかいのはガボツ200、線中で91。うん。ウェイク系が強い時ってあるんだよね。やっぱトップじゃなんか出なくて、なぜか1枚入れてウェイクで水面モコモコさせたいなって時。1日はやんないけど、うん。その中でずーっとウェイク系投げてる。うん。バタバタバタって釣れる。そうだね。うん。でまた急に釣れなくなって。そうだね。やっぱありますよね。まあドノルアもそうなの。うん、ドノルアもそうだけど、20センチいいです、なかなか。そう、ちょっと下げ止まるまでに1本釣りたい。当たりはね、2回かな。釣ったやつ以外で2回あった。プロップダータってメガバスのでしょ？すごいね。いや、今日東京湾でプロップダータ持ってるのあの人しかいないだろうなって話をしてた。工藤さん。なんかないでるし、うん。なんか釣れないし、釣れなそうだし。うんうん。遊ぶかと思って。いやー、うまい。それが釣りがうまい人だな。素晴らしいよ。多分ファン増えるよ、ボンさん。これ動画なったら、あ、そこでプロップダータかっこいいみたいな。プロップダーター、金町。プロップダータ知らない人もいっぱいいると思うんだよ。802、こうプロペラをねつけて、これが回るんだよね。これはいいよ。まあなんかフックと当たってカチカチっていうかね、チャラチャラというか、うん、そんな音だよね。だからシャルダスがね同じような音出すけど、なんかプロップダータも独特のね。でも今本当今日それ持って東京湾に使ってる人絶対ボンさんだけだと思った。うん。でもこの動画が出たら一晩10人ぐらいには増えちゃう。へえ、確かにありかもみたいなとか、俺持ってたみたいな。いつも常にペラ系は持ってるんですけど、うんうん。なかなか投げる機会じゃない。これもシャルダス出しちゃったからシャルダスばっかりになっちゃう。シャルダスが強い時の他の手の打ちようのなさ。明暗とかでもさ、シャルダスだけガンガン当たるのに、他じゃジョルティとかでさ、ちょっと一瞬バイトっぽいの取れるぐらいでさ、シャルダスはもうバンバン食うのにみたいな。あれは何なんだろうな。ボンさんはなんか最近ないですか、近況？近況釣りおじさんですからね。うん。あんまないかないけど、なんだろう、釣りは最近イカにはまって、うん。イカばっかりですかね。丸イカとティップランやってるの？マルイカとティプラン。うんうん。この間初めて、うん。ね、なるみちゃんにおかっぱり、ああね。エギ教えてもらって釣れて、これからおかっぱりどうしようかなって感じになっちゃう。なったけどな。まあでもティップラン乗ったりするなら
やご違うごめん、ねライト照らしてるじゃん。ボンさんの手が水面に映って一瞬もうボンさんの周りを絵が回ってるように見えて、それでもうゾクってしてちょっと今変なリアクションですよ。固まってました。おおそれはみたいな。ボンさんの周りを回ってるよと思って、よく見たら手とか顔なんだけどさ、水面の反射で。ほらそれ赤いだろ、ここに来てんの。違う、違う、貝が2つあるのでもう貝がいかにもの感覚で2個あったらもう赤いに見える、もう目に見えちゃう。怖い。ていうかこんな久々だね。何年か前の荒川、あの時もすごかったけど、あの時はもう全員一列で歩くしかないぐらいだったよね。あれこの城が呼んじゃったんだよね。水深30センチぐらいのところにこの城がガシャガシャしてるから、絶対あそこのねブレイク食うよっつってみんなで勇み足っていうか勇んでねウェディングしたら、この城食べにエイが何百集まってたもんね、あれね。このメンバーでもビビった。俺もビビった。やっちまったと思ったもん。まあ多分入る時なぜか当たらなくて、ある程度入ったとこでこれ絶対一人はやられるんだろうなって覚悟したけど、まあでも意外とやられないもんでね。でも森さんは肩やられました。それじっくりなんだっけビビって肩やったんだっけ。避けて。避けて。運動不足すぎだそれ。じゃあボンさんイカばっかり。ボンさんのさ娘さんがさ絵描きっていうかアーティストになってたじゃん。あれは今どんな感じなの？学生なんで。まだ学生なんだ。結構課題が大学生でえぐいらしくて、ちょっと今環境的に留年されると困るんですよ。なるほど。その美術系のとこ行ってんの？全然関係ない。語学系なんだけど、でもすごい独特の絵を描いてたよね。1、2枚見せてもらったけど。まあ毒もある感じで。人は選ぶかもしれない。いやなんかねよくうちにね遊び来てくれてたから、姪っ子の次ぐらいによく知ってる女の子として、こんな感じになるんだとか、こういう絵を描くんだっていう。面白いそれが。そういうのを見るのもねまた人生というか。そうなんだ。今も1日程度には描いて、インスタなんかに上げてる。なるほどね。父娘の関係はいいんだ。悪くはない。ボンさんが一番いいんじゃないかな、俺たちのこの仲間で。娘に愛されてる選手権第1位ボンさん。表面上かもしれないですね。まあでも悪くはない。悪くなさそう。だからなるみちゃんが浦岡さんのガレージにシール貼る。内緒かどうか知らない。いや知ってる。なんかせっせ貼ってるよ。それちょっと貼らせてもらうんで。いいねそれ。了解です。ダメだ、最後の試合を外したくさい。なんかもう流れてなくない？なんかさっき動画でも言ってたんだけど、15分だけ流れるからここで釣るなんて工藤さんといた時言ってたんだけど、多分絵に囲まれてた時に終わった。あと10分で干潮で、揚げ出したら30分かかるかな。だからあと30分後ぐらいじゃない？揚げの位置に戻るかな。もうでもみんなもうスタンバってるよ、揚げの位置で。もう分かってらっしゃるって感じ。分かってらっしゃるな。いやベイトロって楽しくてさ、てかこの暗闇で光る電子リールっていい時代だなと思ってさ、子供のおもちゃ以来だったら初でしょこんなの。今制御かかってるんですよね。なんかね、シナモンの DC みたいなああいう音はしなくて、すごいなんかチュッ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 ってこうちゃんと回転数を制御しながら AI なのか何なのかコンピューターが多分上手い人が親指でツン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 なんかツツツって触る、糸がバーって膨らみそうなとこだけ押さえて最後離してる感じだね。なんか飛距離が、その日の最大飛距離出ると音が鳴るみたいな。そうその日の最大距離だけピピピってなんか違う音がする。これはアピアのメガソールで、もともとボート用のね 73H だね。だけど全然おかっぱりでも全然ハマサ使ってたから今日は持ってきてみた。
今日はちょっと昼間ボートシーバスやってたんで、もうその流れだからどっちみち洗う前にと思って持ってきたけど、まあでも IMZ ほんとトラブらないんで、そういう点ではこういうウェディングでぐしゃーってやったら終わりじゃない。だけどまあ多分ほんとそれ無茶したらなるけど、普通にやってたらならないってぐらい、そんな別にめちゃくちゃベイトキャスターの俺じゃなくてもそう思えるぐらいならないんでいいよ。飛ぶし飛ぶ。軽流はね、アルファスとかかな。あとインクスさんの ICML。思い出せない。英語4文字ぐらい。回る。そうだね。でもちょっと2グラムのセミを投げるみたいな特殊な感じになっちゃってるんで、本当だったら普通にもっと例えば3グラムのスピナーとかだったらもうめちゃくちゃいいんだと思うんだよね。当たり前。なんかでも今バスですけど、ベイトは結構台は使うんですよ。今のも使ってきたけど、近距離に何か狙って投げるのは今台湾の方がいい。そうだね、確かに。軽重釣りなんか、まあカルコもあるけどな。芝目が悪いとかじゃなくて、なんかなんていうんだろう、バックラしにくいし、一番大きいのはバックラしにくい。そうだね。よし、ちょっと揚げに備えますよ、私。まだやるここで。じゃあちょっと共にっていうか、できれば俺の前を。怖いよ。エビがいる。砂に潜ってんだよね。またなんか大体逃げてくのに、水温高い時は潜んのかね。エイの形で穴開いてんのやめて。そこそんなこと言うからでかい。先生もうでかいよ。それはトゲもできる。怖い。エイがいたよ、そっち。いないねとか言って行った瞬間言ったから。さあいよいよ揚げ潮です。干潮から20分経って、潮がね、揚げ潮が左から右に流れる中で、地形の関係でちょっとこう斜めに全員並んでてなんか可愛い。お、当たってる。左から当たってくるはずで、自分最後の位置ですね。で自分ちょっとガボッツ200でこの揚げ押し通そうと思ったんで、あえて今度バーンとか落ちるから、もう最下流でみんなの前を通った後の魚を狙います。ガボッツ200のこのラトロンが、これが良かったんじゃないかな。やっぱ3ヒットだ。自愛だぞ、自愛。シーバス平たいやつって何？クロダイ。クロダイ釣ってる。また黒いね、2枚目ってことか。みちさん、俺の前にいんの誰？そこにいんの誰？知らない人？ボンさんか。ボンさん戻ってきたの。結構もう上げてる。シーバス？でかいのになら投げがいがあるね。すいません、そう思って一番下流でやってんですけど、ご迷惑でしょうか。ガボッツ200。俺が欲しいのはガボッツ200の水面爆発一発のみ。いい引き波出してます。ちょっと迷惑行為すいません。今前はみちさん、ちょっと迷惑行為ですみません。ガボッツ200投げさせてください。音が音がでも多分ね、魚寄る効果の方が 70% ぐらい。30% 魚逃げちゃうかもしれない。きっと寄せる。この広いとこなら。もうあと30分ぐらいしかいられないと思うよ。揚げが早い。上がってくるの早い。はいシーバスのライゾーンです。定期的になってます。ちょっとこの白っぽくないね、ベイトが。
なんか2年前ぐらいだっけ、ガンガン俺らに当たるぐらい入ってきたの。ああいう時が最高なんだけどな。今日もそれをイメージしてルアー持ってきたんだけど、一発ぐらい食わねえかな。20センチ。みんな取ったシーバス。チャーリーさん、ミスさんまだバイトだけとか。バイトもねえわ、バイトも。いや、俺はもう200を押し通すよ。あと15分ぐらいで試合のピークだから、そこで絶対90を取る。入ってくるはず。真冬の干潟の迷惑行為。ガボッツ200でございます。きっと魚呼ぶんだよ。あ、でも入ってきた水が冷たいね。揚げで冷たい方の水が入ってくんだ。どういうことだ。普通あったかい水が入ってくるのに。どういうことだ。すごい冷たい水が入ってきた。すごい冷たい水入ってきた。これはいい方に行くのかな、ダメな方に行くのかな。揚げ潮が緩いでももっと早く来ないと、早いっていうかもっと流れ水圧来ないとなんか活性上がんなさそうな。なんか夏終わったぐらいからそわそわして、このメンバーで干潟とか行って大して潮も引かないのに頑張って行って潮が緩いとかいろんなこと言いながらやってたんですけど、その感じですね。みんな黙ったのは集中してるんですか。寒くなっちゃったんじゃないかな。確かに冷たい水入ってきたもんね。一気に冷えて。いや、こっからピークよ。あと10分ぐらい。うわ、水冷てえ。川の水が来てんのかな。しかも下の方に来る。下の方に冷たい水が来るんだけど、揚げで入ってくる。謎だな。沖にそういう冷水庫みたいなのがあるのかな。この辺はね、そんなに大きな川ないんだよ。こっちがびっくりするわ。こっちがびっくりするわ。何やってんのかしら。怖いよ。すねに当たってきたらしい。オーシャンマーク社長が死ぬ寸前でした。うるさいやつがいる。オーシャングリップでつかめよ。群れが入ってきたんじゃないですか。あれでね。こっちに追い込まないでよ。うるさいね。静かに釣りしろよ。今日誰もいないからいいですけどね。今大騒ぎしてますけど、他のね、違う組がいるときはもうちょい静かにやってます。今日だいぶ遠くに一組いるけど、近くにはいないんで、みんなうるさいですから。うるさい、こうやって危ないとかって言ってるのやだよ。こんなに多いの初めてだって映画ね、みんな言ってる。多分ね、ライトの形がもう全部絵に見えてる。もう見ようとするから見る。そんなに見てんの？一回も見てないっすよ。一回も当たりもなければ一回も見てないっすよ。やだやだやだ。なんか冷たい水が入ってきてから雰囲気が消えた気がするんだけど、どうですか。小さいルアーを投げてる皆さん、どうですか。私何も当たってないんで悪くなった感もないんだけど、感覚的にね。でもね、一ついい効果があって、やっぱルアーが重いから体力使うじゃない。だからあったかい。汗ばむぐらい、やっぱフルキャストしてから汗ばんでくる。ルアー何？ルアー何？
その音はスネコンか。スネコンでアップは怖いな。なんか当たったっつっても。おー、ただ、あ、終わった。ミスった。ミスった。すげえトラブった。やっちゃった。これ無理かも。あ、切れてはないんだけど。ちょっと油断したぞ。あ、いけそう。危ね。危ね。よかった。よかったよ。なんでそこで逃がすんだっけな。でかいの？おお、サイズ。刺されやすいサイズだね。なんだそりゃ。刺されゴロ。刺されゴロサイズ。やだ、そんなの。めっちゃ流れてる。めっちゃ流れてる。なんか雰囲気なくなっちゃったよ。出る気がしないよ。どうですか、小さいルアー投げてる皆さん。全然出そうな感じがしない。皆さんに当たらないと。まあ今日はこのまま投げ続けるよ、俺は。もう昼間散々釣ったから、夜は。でもこのメンバーでこうやって干潟で遊ぶの何年間やってんのこれ。10年前やってたかな。10年前やってんな。あ、14年前もやってる。もっとその前だから15、6年やってんだな、これ。よく飽きないな。まあ、このね、秋冬の潮が引いた時にね、集まってだから飽きないんだろうな。毎回ハプニングだらけで面白いや。今回まさかの英地獄で。パターンがね、あの時潮早かったもん。ウェイク系早巻きしか当たんないみたいなね。岸から風吹いてんのに大荒れだったもんね。沖から吹いてるんだったら絶対無理なぐらいのさ、とんでもない。うん、ルアーは飛んで。いやーでもちょっとベイトっけないよ、全然。なんか下げてる方がまだいたね、ベイトが。この冷たい水を嫌ってんのかな。まあでもそれでも冷たいっつってもまだ水温高いと思うんだよな。まだ始まらないってことがあるのかな。まあでも厳しい、どこも厳しいの。釣れてるとこは釣れてんだけど、なんか9月っぽい釣れ方なのか、もう終わりちゃってんのか。冬の星座もね、いつも通りだけどな。いやでもすごかったよ、水星徳之島で。感動だった。やっぱ南の離島の空気の綺麗さはすごい。でもダメだ、今日はダメダメポ。あれダメポってどういう時使うの？それをおじさんたち聞いてもダメか。いやーでもなんか上がるタイミングもねえな、この終わった中で。一発あるからね。だって俺ここで95釣ったんだけどさ、その時はもうこの時間よりあともう1時間ぐらい後で、もうずっと後ろだから、もう駆け上がりもなんもないとこでさ、もうとりあえずあと10分かなとか5分かなっつって諦めきれずやってたら、ドカーンって出て95。ゼロゼロだからもう帰ろうと思ったんだけど、まあもう11月末だったんで、もう最後かななんて思って名残惜しくやってたら出たんだよね。あんま生命感もなくて、その日一発も当たんなくて。今日はこんなの投げてるから、なんか一発も当たんないのもまあ分からなくもないんだけど。全然当たんない？ああ、じゃあもう終わってんなこれ。ブロインとかすね込んで。そういう時はみんなの後ろパターンです。流れの中にはいないから浅い方打ってみよう。一番浅いとこにいるんだよ、1本2本。でも浅いとこだらけだから怖いな。ちょっと照らしながら進みます。お、何これ。
何これ、これ、タチウオ。なんかなんか長いんですけど。でかっ。すごいよね。タチウオ。アンダーカットでタチウオ釣れました。でかい、でかい。まあまあドラゴン。こんな感じ？うん、全然。あ、でかいんじゃないこれ。あっち、すげえ。すごいすごいすごいす。ごいね。メーターオーバー。メーターオーバー。こんなん入ってくんだな。あ、かっこいいね、タチウオギンギラギンで。ギラギラ。水から上がってないいね。やー、いいっすね。すごいね。緑というか紫というか。工藤さんのアンダーカットで。アンダーカットで。したレンジした。全然今日食べる魚釣るつもりじゃないから。クーラーボックスも何にもねえのに。でもそれチャリさん持って帰りたがるよ。めちゃくちゃ脂乗ってると思った。だってすごい太いもん。まあ、キープだね。うん、まあ、食べます。血抜いてさ、うん。持ちようないから釣り終わりじゃん今日これ。僕持って帰ります。あ、本当。はい血抜きだけしといてやらいいよ。入れてたらいいですうん、ほすごいよこれ。なかなか。あなかなかでかい。あら、下に鈴木が来て、あ、森さんがびっくりした。下に鈴木がいると思って。太いね、森さんの。あ、そのバシャバシャやってたやつね、これね。二人で。何センチ何センチ？いや、メーターある、メーターある、メーターある。ら。すんげえ危ないんじゃないのこれ。メーター、メーターある、メーター。見せて。はい。メーター絶対ある。もう普通に余裕である。普通に余裕でメーターある。うん。あるね、あるね。余裕でメーター110か120。おおい。ナイスナイスタチウオ。ナイスだ。ちょっとごめん、写真撮ってもらって。いいよもちろん。よし、これは。何が水面から飛び出したのかと思ってね。ニョロっと長いから。やっぱ、タチウオバイトだからね、ファイトしててさ、うんあ、バレたと思って。上だって思った。これだと思った。浮いてるもんね、ちょっと。泳いでくるもんね。ね鈴木なあ。さあ。いやー、はい、ということで、まあもうあと5分10分で戻んないといけないちょいになってきたんで帰りますが、まあちょっと10は釣れなかったんですけど、まあ仲間もポツポツですかね、シーバス2、3本とタチウオって感じで。今回なるも来てくれたんで、釣り味のトークちょっと撮ってみたんで、トークをねお楽しみいただければと思います。はい、ってことで今回釣り味の逆襲でした。エイフンでまた暴れております。もう俺も今日1日2回も赤い1回と飛び絵1回乗りましたね。怖い怖い。みんな大騒ぎしてます。動き出すと大騒ぎする。さあ、ってことで上がりたいと思います。お疲れ様でした。これ最後映るかな、このガボツ91のこの先週これで91と87釣ったんですけど、この動きです。この動きでこの冬もう2、3本取りたい。球場がちっちゃいのいた。でかいのもいて、でかいのの横にちっちゃいのがいた。ちょっと待ってよ。